書いてないんですよ。おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、こちら、地面に寝そべる女性を描いた作品となっております。またね、こう洋服とか、これは3枚一つのこう作品みたいなイメージでもあるんですけども、地面に寝そべるというこの洋服のシワとかね、これぜひ最後まで見てください。どないしてこの影描いとんのとか全部お見せしてます。短い動画ですので、ポイントだけお見せしております。それでは、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。森と共にという作品ですね。こちらの作品なんですけど、寝ているんで、あれですけども、基本的には寝ている状態ですけども、顔が縦になるように描くことが多いので、縦の状態で、お見せしていっております。わかりますかね。こう書くのしんどいでしょこういう風に書くのしんどいので、そういう風にしていってます。まず白味という下地に、今白色白と黒と、あとはねローアンバーとかバーントシェンナーを使っております。それを釜湯という、グリザ湯にかなり近いような状態です。グリザ湯って何ですかとかね、いろいろあるかもしれませんが、単色で描くことを白黒で描くことをグリザ湯、または単色で描くことは釜湯っていうふうに言いますけども、でこの1層目の段階というのは、インプリマトゥーラって何ですかっていうのとかもね、いろいろあると思うんですけども、吸収を止めるために中間色みたいな色を置いておくこと、下地がすごく吸収する下地なのでですね、置いておきますということで、ナイロンの筆などで、僕個人的にはこれぐらいのナイロンの筆みたいなのがほんまはええんかなというふうに、今の、皆さんのどんな感じか分かりませんけど、なんか初め豚毛の筆が基本的に置いて中心に、売っていること多いんですけども、私はナイロンの筆とかで、描いていきます。今日なんか全然違う話でもしましょうか。何の話しましょうか。いろんな画材を使ってきているんですけど、結局やっぱ油絵が僕は一番しっくりくるなっていう画材です。細かい描写ももちろんできるし、グラデーションとかもつけれるし、他のいろんな皆さんね画材とかを使われたらいいと思うんですけど、シェア的に言うとやっぱり半数近くがやっぱり透明水彩かなと。で、油絵アクリル、色鉛筆とかも言い張るのかもしれないですけどね、いろんな画材を使われたらいいと思います。下地に関してはもう自分が若い頃に、22ぐらいからやからもう25年以上はもう白味が中心です。今やったら代用的なやつですね。松田さんやったらキャンゾールとか、ホルベインさんやったらアブソルバンとか、アクリル系やったらジェッソとか、そういったものでも代用できますけども、炭酸カルシウムと呼ばれるものとニカワを混ぜた、そしてだいぶ描いていった後に叩き筆で絵の具を鳴らしていく、平滑にしていく。あと平滑にプラスグラデーションとかをつけるときにですね、これでもういきなり2層目です。背景をババババッと描きましたけどもですね、ちょっと指ですり込むというところはちょっとスローでお見せしています。若干ね、でこの辺はこういうふうに絵の具をいろんな方向でつけながら、絵の具を置いていく。この辺りはちょっとスローでお見せしていこうかなと。あまりにも私の手の動きが速いので皆さんね、困惑されている方も多いと思いますので、いろんな方向のタッチでね置いていって、こういうところもある程度ナイロンの筆とかで少しですね、こういう方向で置いたり、こういう方向、こういう絵の具のいろんなタッチを1層目2層目に入っていってますけども、複雑に置いていくという、この辺から普通のスピードに戻しましたけど、手のスピードの速さとかね、絵の具の混ぜ方みたいなのはもうめちゃくちゃ速いと思いますので、あんまり皆さん参考にならない部分も多いかもしれませんけども、初めのうちはとにかく油絵の具はとにかくしっかりと混色することですね。混色するっていうことをまずしっかりされて、なんか鳴らすように描いていってますけど、意外と絵の具を厚く置いてるところを置いていったり、影の部分なんていうのはかなり絵の具を薄く、下の絵の具とかを生かしながら描いていっております。でちょっと絵の具をポンと厚く塗って、インパストといってこういうのをね、絵の具を厚く塗って、それ絵の具を動かしながらとかしていってます。柔らかめの筆とかですね、そういうのを使いながらですね
ちゃん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 とちゃん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 とこう絵の具を置いて、それをこう他の絵の具と混ぜ合わせる。で油絵の具以外ももちろんこう使ってきたんですけども、本当微妙な表現とかですね、グラデーションとかっていうのをつけれる。だから本当画材の種類によっても全然もう違う画材なのでですね、皆さんもですね、それぞれの画材のやっぱ特徴とか特性とか、あとはやってみやんとわからんっていうところがあるので、その人に合う合わないって必ずあると思いますのでね、もうなんか初めからもやらないっていうよりは一回やってみるっていうのは僕はおすすめかなというふうに、一回やってみてスッとそこで入っていける人もいれば、全く無理やっていう人もいればね、いろいろいると思いますけども、で2層目でちょっとずつこうまた細かい描写も入っていて、1層目よりもちょっとこう解像度上げていきながら、でも影の部分とかっていうのはそんなにこう絵の具を置かないというような感じで描いていってます。どうですか皆さんはいろんな作品を描いていますか。いろんな作品を皆さんから見せてもらったりですね、勝手に公募展などで見せてもらって、皆さんのこう問題点とかをまた動画にしていくということとか、あとはあれですね、作家さんいらっしゃるというのは結構面白いです。私個人的には細かい描写してる。いろんな話聞けて、こういう悩みあったり、こういうあれなんやとか、こういうぐらいの段階なんやとか、あとはちょっとこうお話しするとやっぱ売れっ子さんになりたいっていう人はやっぱもちろん多いと思うんですけど、どう言うたらいいんかな、やっぱりこう万人受けするようなものを狙うよりは、やっぱりこうある程度自分でしかできないものを探していく。これ大変なんですよ。これがもう絶対的に大変なんですけど、でもやっぱりこうこれは自分しかできへんでっていうのを見つけた人の方がやっぱり強いは強いと思います。で購入してくれる人っていうのが万人受けする人もね、わーっとこうもちろんこう、皆さんこう購買欲をかきたてられるっていうことはあるかもしれないですけど、その分こう敵も多いわけですもんね。でももう自分しかできへんっていうものにコアなファンがバンとついたら圧倒的に応援してくれるっていうのが強くなりますので、この辺髪の毛とかを描いていってます。で僕ら学生時代の白亜字とかっていうのって、やってらっしゃる方いたんですけど、こういうもう写実とかっていうのは正直いなかったんですよ。ほぼもう本当にこう野田博先生、青木俊郎先生、原正幸先生、森本壮介先生、もう本当に両手で抱えれるぐらいの感じやったです本当に。今はすごくこう逆にもそれがこうまたレド者になってきているなっていうふうに思うんですけど、またこうちょっと時代がちょっとこうそのブームみたいな若干こう下火になっているんちゃうかなというふうに僕なんかはちょっと思いますけど、そして3層目ですね。ブームとかってちょっとありますからね。でもある程度ね、写実的な絵っていうのはある程度こう指でこう紫塗ってるんですよ。何してんのって感じでしょ。初めて見るっていう人びっくりしますよね、これね。で油絵の具って本当にこう僕なんかはこう下が濡れている状態で描いていくということをやるので、こういうふうに完成油と呼ばれるので一回濡らして、そこにまたこうグレーズという透明の絵の具をかけていくと。なんか結局こういろんな展覧会とか見てても例えばフェルメール展なんかやるといまだにめちゃくちゃ人入るじゃないですか。昔だからバブルのちょっと後ぐらい1990年代ぐらいは印象派展っていうのやったらめちゃくちゃ人入りました。今も多分入るとは思うんですけど、でそのちょっとあと2000年ぐらいに入ってきたぐらいフェルメール展とかを確か真珠の耳飾りを僕らはなんか若い頃青いターバンの少女っていう風に覚えたんですけどね、真珠の耳飾りっていう方がどちらかちょっとそしてこう細かいでそれがバーッと入るようになったり、カラバッジョ展とか昔やってたんですけど東京都庭園美術館で見たような記憶があるんですけど、そこまで人入ってた記憶ないですけどね。なんかこうやっぱりこう今やるとブワーッと入りますもんね。それだけこう日本人の知識が、しっかりついていきたいなというふうに思います。あとは購買するということがもっとこうねリンクしてくれば、でもどこで買えばええのとかね、なんかね画商さん画廊さんで買うのが一番一般的やったりしますけど、今やったらインターネットとかでね販売してやる人も増えてきましたよね。本当にねメルカリで売ってるとかっていう人もいたりするらしいからね、驚きますよね。ヤフーオークションで売ってるとかいう人もいたりね、しますけど、そして3層目こうちょん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 と絵の具を置いていっておりますけども、細かいところは細かい叩き筆で叩いてグラデーションをつけていって
ます。そういうふうにねもう本当にそう広がってきて、またこう本当鼻のところなんかインパストって言って厚く乗せていく。ちょっとねこの動画1本だけでね書き方をこう全部網羅するっていうのは難しいかもしれませんけど、こういうのもちょっと記録用にも、してあって、こういうの古典に来て、実際に動画を見て古典に来たら全然書き方、ね、本物全然違うわって皆さん言い張るんですけど、本物を見た時にまたこう足しになったりするじゃないですか。そういうために見て本物見て動画見てっていうね。だからこういう写実的な仕事、突然変わる可能性はなきにしもあらずやけども、さすがに今んとこあんまないけど、やっぱりチャレンジしたいと思う気持ちもありながら、それはなんとなくこう水彩とかアクリルとかですね、他のところでこういろいろチャレンジしていっているなというのが今の自分なのかもしれませんよね。本当にこう変わり続けないといけないということの難しさというかですね、芸術とか美術に携わる上において、こういうふうに僕が YouTube で発信しているのもやっぱ新しい私にとっては45ぐらいから始めた試みなので、今年いくつなの ?49 なのか、もう50やってじじいですよな本当にもうね。ちょっと絵の具をこの辺とかは少し厚く塗りながら筆致などを置きながら描いていっておりますね。でもこのでも白味と呼ばれるような下地っていうのは基本的にはずっと変わらずに、安価なんですね。多分一番安いんちゃうかなというふうに思うんですけど、手間はかかりますよもちろん。東京芸大の2年生ぐらいから多分やってるんで、一浪で入って1か2ですもんね。で書き方もここ10年ぐらいはもう樹脂系をなくしたんで、完成油とテレピンだけという、ポピーオイルとテレピンだけということで、書き方自体もこの10年ぐらいはもうほぼ変わってへんなというふうに思いながら、いろいろその中で今までやってきたことみたいなのとかねを皆さんにこう見せているというような感じですよね。で今回描写とかをしながら書いていってます。で細い線とかもヒューとこういうね自分でこう開発したこのね山切りカット方式なんていうのもおそらく10年ぐらい前からもっと前か、これも20年以上前からやってるかなと。こういうふうになんかね自分なりにこうなかったら自分で道具作ればいいと思いますし、自分で新しい方法を編み出せばいいと思いますのでね。こう全部こうどこに売ってるんですかとよく聞かれるんですけど、作ってるっていう道具も結構あったりしますよ。シュ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 髪の毛を髪の毛もこう髪の毛を描くっていう動画だけでももう探すの大変ですけどね、もう1000何本あるとねごめんなさいね、もう本当にどうしたらいいか、人気がある動画みたいなのをこう結構上位の方にある程度こう全部を見せてるという動画があったりとかしますね。でこの洋服のこういうのとかねレース状のものとかどうやって描いてるのってよく聞かれますけども、塗り残して影にしていてとかっていうところで、塗り残って影にしたりしてるんですね。こういうところとかも本物見ないとね、思ってるよりちっちゃかったわとかね、思ってるより細かかったわとかって案外言われますという感じで書いてきました。なんかこう脱線しようもね、あんまり脱線するあれもないですけどね、今どうなんですかね。もうこれが公開されてる頃は都知事選挙も終わってますかね、なんかねすごいですよね。ポスター問題とかもいろいろありますけどね、誰が当選しているんでしょうかね。結局やっぱり小池さんなんですかね。誰がどうなってもやっぱ東京がねやっぱりこう人口も多いですからということで、こうレースのちゃんと隙間書いていってますね。なんかねもう最近はなんか本当に自宅でこう制作をずっとしていることも多いので、もちろんこうねたまにこう山下教室はということでああいうのでいろんなとこ行っていろんな人に会うの面白いですよ。面白いです。この人こんな人やったんやとかねなんかね面白いですよね。でちまちまちょっと明るいところを描いて洋服とか描いていきました。最後は顔ではなくて周りのところとか、本当はね周りの葉っぱとか笹の葉っぱとかね、そういうところもやっぱこう滑る下地を作っておいてその上に描いていっておりますという感じで、この動画だけ見て描き方がいきなり上手くなるということはないですが、他の動画と合わせながら見てみたりとかすると、こういうことやってはんねやなっていうのがちょっともうね多分こう4年もやってくると皆さんにとっては少しこう勉強になってきて頭に入りやすくなってきたかなと。まだまだわからんっていう人もいるかもしれませんけどね、そういう時を、土曜日とかにライブ配信をしていること多いですので、そういうところで、質問してもらえればなというふうに思います。
森とともにということで、これ本当すごいですよね。この方のご自宅の庭なんですよっていうことでね、と思ってね、いやーすごいなと、羨ましいなと。虫が嫌いな人にはね、山の中ってあれですけど、慣れるらしいですけど、僕なんかね、クワガタとか多分ビューッと飛んできて網戸とかに引っかかるんやろな思ったらちょっと羨ましいな思ったりとかします。こういうのも、大阪あたりの個展で出せているかなというふうに思いますので、よかったら遊びに来てください。11月の末ぐらいに今予定をしております。中止になるかもしれませんけどね。ということで、こまごまと書いていきました。本日もご視聴ありがとうございました。いろいろ動画ありますので、よかったら応援してください。この動画よかったらぜひグッドボタン、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録していただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございました。どうだったですか？もうここまで見せてええんかいって感じですけども、皆さん書けるようになってね、いろいろ表現の幅が広がっていけばなということで、皆さんにお届けしております。本日の動画良かったという方、ぜひグッドボタン、あとチャンネル登録してない方、また感想などコメントによろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。以上です。チャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあお願いします。